どうもこんにちは、川口の Q です。今日は、この自分に作っているイルチアのボックスカーフで作っているボックスですね。これのすくい縫いやっていきたいと思います。ウェルティング、ウェルトをつけていく作業ですね。ハンドソーンウェルテッド製法で今回作るんですけど、そのハンドソーンウェルテッド製法というその製法の名前そのものの作業ですね。ベルトをハンドソーン、手縫いで縫い付けていくという工程です。今、これ前回釣り込んだ状態でこんな風に釘が打ってあります。でウェルトなんですけど、イタリアのウェルト使ってまして、こんな感じで巻きで打ってます。これ 100m 巻きなんですけど、これを靴の必要な長さに切って使います。で当然ウェルト、これ革なんで厚みが 3mm ちょいぐらいの革なんですけど、 100m の長さの牛はいないので当然継いであります。こんな感じで継ぎ目が一応あるんですけど、継ぎ目はこんな風にですね、斜めに切ったものをつないであるので、ほとんど継ぎ目わかんないですし、強度的にもね全然問題ないです。このまま使ってますね。でこれをシングルウェルトで作るので、だいたいこうして、これですね。次にこのウェルトを染めます。今こんな感じで釘打ってあるんですけど、このままでもいいんですけど、釘あるとちょっとこの釘の頭、折ってある釘の頭にすくい縫いの糸が引っかかりやすいんですよね。なんでこの釘をタッカーに交換してます。ホチキスの針ですね。そしたら釘を全部抜きます。今この釣り代がちょっと多いのでカットします。またすくい縫い終わった後に釣り代を全部切るんですけど、今ねこの中底加工で作ったリブがちょっとよく見えないので、リブが見えるようにカットします。で、この底面側にすくい縫いをする、すくいの穴を開ける位置を書きます。すくい縫いに使う糸、これですね。タイガー糸、ドイツ製のポリエステルの糸です。靴で縫う時の針っていうと、穴を開けるための針と糸につけて縫っていくための針の2種類あるんですけど、その糸につける方の針はこんなワイヤーで作った針ですね。これ作った針なんですけど、これを使います。こう2つ折りにしてあるんで、先端ここ糸が通るようになってるんですよね。で糸の両端につけて縫っていくので、もう一本反対側につけます。前は浅い糸使ってたんですけどね、ポリエステルの方が楽だし、しっかり縫える。どっちもしっかり縫えるんですけど、糸の加工が必要ないから楽っていうところが大きいですかね。糸の先端を結んで輪っかにするんですよね。そしてこれ動画で糸映んないから何やってるのか分かんないと思うんですけど、糸をこう輪っかにした中間の部分に針をつけるんですよ。でその結び目は針と反対側の中間にあるっていう感じですね。ここに結び目があっ
て、その反対側、ここに針がついてます。これ針はただ糸に通ってるだけです。固定はされてないですね。でそれと真逆の反対側にも同じようにこの針がついてます。こんな感じですね。で用意するのがこれ水です。水と水をつけるブラシ、そしてタッカー抜きと、今度、糸につける針じゃなくて穴を開けるためのすくい針、そして輪げさ。輪げさはこう、ただのバンドです。そしてこれすくい台です。ここに靴を乗せます。これは使う人使わない人いるんですけど、僕は最近はこれ使ってますね。これやるとこの立体的な靴がここで動かなく固定されるので脱ぎやすいです。固定もしやすいですね。輪げさをこう通して下で、ボロボロの靴を、これ東京フットテーラーの靴なんですけど、この工房で室内履きでよく履いてるんですけど、スリッパ代わりにこれでこう踏むんですよね。輪げさを踏むとここにある靴が固定されます。それとグローブですね。これ手にはめます。これで縫っていきます。このタッカーは今、釘の代わりですけど、このタッカーは、縫うごとに徐々に外して縫っていきます。もちろん全部外したらつり込みが取れちゃうので、ちょっとずつ縫う場所のタッカーを外して縫って固定してっていうふうに繰り返していきます。で先ほど染めたベルト、そして今針をつけたポリエステルの糸、すくい縫い始めます。まずこのタッカー抜きでタッカーを抜きます。そして中底の加工の時に中底最後に下穴を開けていたと思うんですけど、その穴に沿ってこのすくい針を入れて、でさっきこのアッパーに書いたすくいの針を出す線のところに針をちょうどの位置で出して、このウェルトはここに溝が彫ってあるんですよね。もともとこういう製品なんですけど、この溝の真ん中にすくい針を出します。そしてこのすくい針を抜きながら反対側からワイヤーの針を入れる。で逆側からも入れます。両側から中底をライニングアッパーウェルトを貫通させて、両側から針を通してこうやって糸を通してこれで締めます。これの繰り返しですね。でベルトは水に濡らしながら少し柔らかくして、でこの穴を開けるときにベルトは引っ張ります。ベルトにテンションをかけながら縫っていくことで、縫い終えた後にベルトがピンと
張った状態になりますね。ベルトがうねるとソールのコバがぐにゃぐにゃしちゃって、すごく見た目かっこ悪い、締まらない見た目になるので、仕上がりがね、なんかやっぱりね、わずかな歪みでも結構こうパッと見た時の印象がね良くなかったりするんですよね。なので歪まないように、そしてしっかり張りが出るように慎重に塗っていきます。しかもハンドソンウェルテッド製法の名の通り、なんでそこが特徴かというと、このウェルトを縫い付けておくことによって、これはちょっと手縫いかどうかは置いておいて、このウェルト製法っていうのはこのウェルトをしっかり縫い付けておくことによって、ソールの交換するときにアッパーにダメージを与えない、アッパーや中底にダメージを与えないっていうメリットがあるんですよね。このウェルトを介してソールがつくので、修理がしやすかったりとか、修理に対する耐久性が高かったりっていうのが特徴なんですよね。なのでもちろん履き心地とかも大事ではあるんですけど、そういった長く使えることを考慮して昔考えられた伝統的な製法なので、非常に重要な部分ですね。そして手縫いするのか機械で縫うのかっていうところで言うと、機械縫いのグッドイヤーウェルテッド製法はこのウェルトがこのなんか機械の中に入ってて、でそれを靴の周りに沿わせながら針が動いて、ミシンで縫っていくみたいな、そんな機械があって、僕は使ったことはないんですけど、一瞬なんですよね。これウェルトをつけるのに1分かかんないんですよっていう映像が結構 YouTube にあるんで、ぜひ見てみてください。でこれは手縫いするので、片足1時間弱、1時間ぐらいかかりますね。全然時間が違うんですけど、グッドイヤーウェルトとハンドソンウェルトの大きな違いっていうのは構造的に違いますね。中底加工の時にこの革の中底を削って、この今縫ってるこのリブっていうのを作ってたと思うんですけど、グッドイヤーウェルト製法の場合はそのリブっていうのは中底に布テープみたいなやつを貼るんですよね。でそれが T 字型をしているので、ちょっとその柔軟性に欠けるっていう部分があると言われています。硬くなりやすい。その他にもいろいろ違いはあるんですけど、ハンドソンウェルテッド製法でよく言われるメリットはその柔らかいっていうところですね。皮一枚そのものを削って加工しているので、屈曲に対する余計な障害物がないみたいな、そんなイメージですかね。あとは造形的にハンドソンウェルテッド製法の方がベルトのつき具合っていうのをかなり調整できるので、このウエストの絞り込みだったりとか、靴の具合を見ながら精度を高く一足ごとにつけていくみたいな、そういう手作業ならではの細やかな配慮みたいなのがしやすいんですよね。そういった形で履き心地やそういう見た目にも少しずつ違いが出てきます。グッドイヤーウェルトの方にも履き心地のメリットもちろん実はあります。沈み込みでフィットしていくみたいなところはグッドイヤーウェルト製法のメリットでもありますし、やっぱ一番のメリットはコストですね。手間が少ないので、もちろん機械は、扱える技術と工場でしか、入れられないような機械なので、そういった設備だったりっていうところにお金がかかりますが、めちゃくちゃやっぱ早いんでね、どっちもそれぞれメリットデメリットありますが、岸沢区ではビスポークマン MTO も全てハンドソンウェルトで作ってます。そしてつま先に入ってきましたね。つま先はカーブが他の場所と比べて急なんですよね。なので
長底の穴の間隔っていうのが狭くなるんですよね。狭くなると何が起こるかっていうと、革の耐久性が少し弱くなる。穴と穴同士がつながりやすくなるので、この糸がこの革を中底をグッと引き締めた時に、革がこのテンションに耐えきれずにちょっとググってちょっとちぎれたりするような時があるっちゃあるんですよ。あんまりないんですけど、それが穴の間隔が狭くなるとその危険性がちょっと増すので、こういった感じで今全然関係ない別な糸を挟んで縫います。そうすることでここのグッと締めたテンションにこの麻糸が緩衝材みたいになってくれて、スクリーンのポリエステルの糸が中底に潜り込んでいかないっていう感じですかね。実際これ麻糸をつけないで縫ったことももちろんあるんですけど、それでそんな穴がつながっちゃったっていう経験はないんですけど、やっぱり少し不安なのでこうやって麻糸を絡めながら縫っています。つま先部分だけですね。この部分はこんな感じでまっすぐなっているものをこういうふうに曲げていかなきゃいけないので、少し癖をつけます。これでベルトのシングルを縫い終わりましたので、余ったのをカットします。そして先端を斜めにすきます。これでベルトはつき終わったんですが、まだ終わりません。かかと周りですね。かかとはベルトないんですけど縫います。ここは下穴開けてないんで、アッパーライニング、そして芯もありますね。ここはそれと中底をまとめて穴開けて縫います。最後は2本とも中底側に出して結びます。今こんな感じでベルトが少し縫ったまんまの状態なので少し歪んでいるので、これを下に押し下げるような感じでこくり棒でこすります。そしてこの余ってる部分ですね、釣り代のベルトからはみ出した部分を全てカットします。靴作りの数ある工程の中で最も気持ちいいと言っても過言ではないこの作業。
このぴったりのとこでベルトをガイドにしながらツーッと切っていくこの感じと、そしてこのはみ出てたアッパーがなくなってすっきりするところがね、すごく気持ちいいんですよね。水をつけて叩いたところはこんな風に平らになってます。この中底を作る時にここのリブの外側にこういう風な段差を作りました。この段差のところにベルトアッパーライニングの厚みをこう叩いて押し込んではめ込んでるような感じですね。まだ叩いてないところはこんな感じで少し段差があってベルトが上にあるのが分かります。ここに段差がありますね。叩くと潰れます。中底を留めていた釘を抜きます。これでスクリーニングが終わりました。こんな風にベルトが平らにアッパーのエッジがここで終わった瞬間からこう直角にベルトが始まるような感じですね。このベルトとアッパーの密着感っていうのはハンドソンウェルテッド製法の特徴の一つですね。ハンドソンウェルテッド製法でもただ縫えばこうなるわけではなくて、いろいろセッティングだったり縫い方だったりっていうところがかなり大事にはなるんですけど、こういうふうにベルトとアッパーがすごく一体感が出ますね。一体感というか密着感。つまりはベルトっていうのはソールなので、ソールとアッパーの一体感、密着感が非常によく出て綺麗に見えます。このソールの上にアッパーがこうポコッと乗ってるような、浮いてるような感じではなくて、まさにこうくっついてる、張り付いてるような感じですね。張り付いてるというかへばりついてるような感じ。かかと部分はベルトないですが、アッパーライニング芯をまとめて縫ってます。ということでスクリーニングまで終わりました。靴の形はこれで完全に見えましたね。それでは次回は中物以降やっていきます。それではまた。